こんにちは、コスプレイヤーの逆山です。今回はルローニケンシンに登場する酒場刀を作ってみました。酒場刀は通常の刀でいう刃の側に峰が来ており、峰の側に刃が来ているという刀です。それではみんなで作りましょう。工作用紙から刃のパーツを切り出します。工作用紙1枚では長さが足りないので、複数枚の工作用紙を糊で貼り合わせて長い工作用紙を作ります。貼り合わせたものから刃を切り出します。型紙を使ってその形に切り出します。工作用紙は工作用の硬い紙です。100均やホームセンターで買えます。切り抜きが終わりました。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、手芸店、通販などで買えます。型紙を使って切り抜きます。動画の説明欄に COS ボードのネット通販ショップや型紙のリンクを載せています。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどで代用できます。まずは刃を作ります。園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒ですね。ニッパーで程よい長さに切ります。中には鉄の棒が入っていてとても丈夫です。この後曲げるので皮を剥いて曲げやすくしておきます。園芸用の棒は100均やホームセンターで買うことができます。型紙に沿うように曲げます。机の角に押し当てて少し力を入れると簡単に曲げることができます。曲げた棒を峰に瞬間接着剤で接着し芯とします。1枚貼り付けたらもう1枚も同じように接着します。刃先をボンド G17 で貼り合わせていきます。ボンド G17 はホームセンターや100均で買うことができる接着剤です。工作用紙の切れ端をハケ代わりに使って接着していきます。峰をグルーガンで埋めてしまいます。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で買うことができます。工作用紙を帯状に切り出します。切り出したものを峰に瞬間接着剤で接着します。峰は先ほどグルーガンで埋めましたので、面倒だという方はこの工程は省略してもらっても良いかなと思います。少しだけはみ出ているので、はみ出た部分をカットしてきれいに整えます。刃の端に COS ボードでできたパーツを1枚接着します。これで刃の組み立てが完了です。つばを加工します。角が立ったままだとおかしいので、ライターで軽く角を炙って熱でうっすらと溶かして滑らかにします。穴が開けてあるので、そこに刃の芯を通して瞬間接着剤で接着します。逆用が他にもいろんな動画があります。この動画の後にぜひいろいろ見ていってくださいね。柄を組み立てます。3枚あるパーツを瞬間接着剤で接着します。なお、瞬間接着剤はすべて100均のを使ってます。それをグルーガンで本体へと接着します。蓋をするような感じでパーツを1枚接着します。角が立ったままだとおかしいので、カッターナイフで角を斜めに切り落としておきます。柄の両端にパーツを1枚ずつ接着したら、これにて組み立て作業は完了です。次は塗装だよ。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとしてラッカースプレーで黒や灰色を塗ります。
落下スプレーはホームセンターで買いました。刃を暗めの銀色で塗ります。動画ではエアブラシを使ってますが、落下スプレーなどでも構いません。お好みの方法でどうぞ。塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使ってます。ミスターカラーもエアブラシもおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。色を塗り分けるためにマスキングテープを加工します。まずカッターマットにマスキングテープをいくつか貼り付けて、型紙を使ってマーキングしていきます。左右1枚ずつ必要ですので2枚マーキングします。それをカッターナイフで切り出します。マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。というわけで貼り終わりました。マスキングが終わったので、今度は普通の銀色で塗り上げます。波紋を描きます。白のミスターカラーを塗っていきます。こういった細かい塗り分けはエアブラシでないとできないので、持ってない方は筆などで代用するといいかと思います。塗り終わったらマスキングを剥がします。綺麗に塗れてるかドキドキの瞬間ですね。柄は紫色に塗っておきます。残りの部位は筆でサクッと塗り上げてしまいます。こちらも塗料はミスターカラーを使ってます。柄に平たい紐を巻いていきます。手芸店で4メートル買いました。平たい紐なら何でも OK です。ずれてこないように巻きながらところどころグルーガンで接着してます。使い糸の巻き方は過去に作った日本刀の動画で詳しく解説しますので、気になる方はそちらをご覧ください。端まで来たら使い糸を結んで仕上げます。端の結び方は詳しく解説してくれているサイトがありますのでリンクを貼っておきます。逆ヨガ？実際に作る人はサイトも見てね。材料や道具の Amazon リンク、使っているボードの厚み、作業時の注意点、型紙データなどをまとめてます。サイトのリンクは動画の説明欄にあります。というわけで刀の完成です。全長は100センチ、重量は100グラムとなっております。ご覧の通り、通常の刀でいうところの刃が峰が刃で仕上がってます。中に鉄の棒が入ってますので、とても丈夫です。飛天三剣流奥義、天かける竜のひらめきを出しても問題ありません。簡単なことでは壊れません。鞘を組み立てます。パーツを接着します。この接着は瞬間接着剤とアルテコスプレー、こちらは瞬間接着剤の硬化スプレーというものですね。それらを使って接着します。このスプレーを使うと接着が非常に早くなり、こういった接着しがたい箇所も楽に接着できます。ホームセンターの接着剤売り場にあります。なお、ボンド G17 でも楽に接着できます。お好みの方法で接着してみてください。ガストーチで熱して曲げ癖をつけます。ライターでもできます。ヒートガンという熱風を出す道具でも可能です。ヒートガンはホームセンターで売られています。引き続き端と端を接着します。ここもアルテコスプレーを使います。こういった箇所の接着が本当に楽になるので、ぜひ皆さんも一度試してみてください。全体的に丸まってしまっているので、熱を加えて手で押して平らに仕上げます。鞘の両端にパーツを接着していきます。最後に作業を結ぶためのパーツを接着したら、これにて組み立て完了。次は塗装です。塗装を行います。塗装の流れは刀と同じです。まずは造形ベースを塗って、ベースカラーを塗って、本体の色を塗り上げていきます。逆ヨガ、Twitter やサブチャンネルも見てね。作業を結びます。これも手芸店で買った紐を使ってます。結び方を解説してくれてるサイト様があったので、それを参考に結んでます。リンクを貼っておきますので、実際作られる方はそちらを参考にしてください。というわけで、これにて一通り完成です。鞘の全長は80センチ、重量は60グラムとなります。一通り作るのにかかった制作時間は12時間。材料費は1500円です。質問があればコメントでお気軽にどうぞ。というわけで今回は酒場刀でした。ぜひ皆さんもこれを作って飛天三剣流を極めてみましょう。
ちなみに、流浪に剣心が連載していた時、僕は高校生でしたけど、よく二重の極みの真似をして遊んでました。二重の極みは今でもたまに真似してやりますね。二重の極みよろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。